こちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は推しシリーズで行っていきます。もしあなたの推しとプライベートで仲良くなったらお二人の相性ってどうなっていくのかっていうのを少し妄想を含めながら見ていきましょう。そして実際に推しの方とプライベートで会えそうな時期やチャンスなども最後にもらっていこうと思います。はい、ではよろしくお願いします。まずではお二人の第一印象、もしプライベートで会った時に推しの方はあなたのことをどう思ってくれるのか、またあなたは推しのことを実際にプライベートで会った時にどう感じるのかっていうところをもらっていきます。はい、では今回はタロットカードは正位置で採用していきます。こちらのカードはあなたのデッキとして見ていきます。まずはあなたが感じるお相手のプライベートな一面、もしかしたらみんなの前では見えないような一面が見えるかもしれません。あなたはどんなことを感じるのか、あくまでも今、会ったことない、プライベートで会ったことないよっていうのを前提で見ています。もしかしたら中にはもうプライベートで知り合いなんですっていう方もいるかもしれません。はい、1枚もらっていきましょう。カップの3、いいですね。すごく楽しい。なんか例えば推しの人がお友達とたくさん集まっている中で出会うとか、友達たくさんいるんだろうなとか、あとはみんなに優しく接してくれてるとか、明るいとかね、親切心がある、そしてすごく人懐っこいというかっていうイメージを受けると思います。そうですね、もしかしたらね、これは表向きの推しさんとあまり変わらない、裏表のないような、プライベートでも同じような親しみやすい方っていうのもあるかもしれないし、まさかこの私の推しが、クールな推しがこんな一面があったなんてっていう風にあなたも感じるかもしれませんね。はい、あなたの第一印象として推しさんはお友達がたくさんいそうな、もうおしゃべり上手でっていう風にね、入ってきますよ。では次、推しのデッキはこちらからもらっていきます。推しさんはあなたのことをプライベートで会った時にどんな人だなって感じるのかもらっていきましょう。第一印象なので中身もそうかもしれないんですが、パッと会った感じにどんな風に感じるのかってところでもらっていってるので、あなたのことをどんな風に感じてくれるのかもらっていきましょう。そして推しさんからは実際に会った時にあなたの外見的要素だったり内面的なところっていうのももらっていきましょう。まず第一印象でパッと見た感じどうなのっていう風になると、カップのラインが入ってるなんか推しさんの好みの人みたいな感じで入ってきますよ、あなたのことが。外見的にどうですかって聞いてるので、自分の理想の人だっていう風に思ったりとか、いいなっていう風に思うみたいですね。そしてあとは健康的に見えるとかね、あなたのことがそうですね、健やかな感じに見えるっていうのはとっても大事なので、肌ツヤがいいとかっていうことですよね。生命力を感じるってことです。そしてでは内面的なところではどうですかっていうところで、パッと話した感じなんですけど、話していくとあなたのことをどう感じるのか、パワーのカードが入っています。もしかしたらギャップがあるかもっていう風にお相手は感じるかも。推しですね、推しの方があなたとお話しすると、なんか外見すごくね、こんな感じなんだけど話してみると外見とまた違う魅力を感じるとか、例えばあなたがとてもおしとやかで大和なでしこっていう感じの見た目をしているんだけど、話してみたらすごく明るくて面白くてユニークだったとかね、そういうギャップを感じるみたいですね。このあたりね、気になりますよねなんかね、気になるなと思ったので、オラクルカードからもらっていきましょう。どんなギャップを感じる、性格、もう少し補足をもらっていきましょう。
はい、こちらですね。はい、ではあなたの内面についてなんですが、なんかこのカードから感じるに、うつむき加減の表情だったりとか、あとは凛とした美しさっていうのも入ってきます。どちらかというと性格的にはこう無邪気な方っていうよりはクリアな方っていう風に入ってくるんです。そして、浄化のカードなので、そうだな、こうあなたの内面を見ていて透明感があるとか、この人と一緒にいるとこう自分の心がすっきりするとか、悩みが晴れるっていうのも入ってくるから、もしかしたらあなたとお話しすることであなたの言動を見ていると、割とあなたはこう竹を割ったような性格なのかもしれない。はっきりしている人とかね、好き嫌いこれはいいとかね、そういうのが自分はこうなんです、こう思ってるんですっていうのがはっきりしてるのかもしれない。そんなあなたの姿を見て刺激を受けるのかもしれないですね。そういう考え方があるんだとか、この推しさんから見てあなたのそういう考えっていいよねっていう風に竹を割ったような感じがすごくさっぱりしていてストレートでいいよね。そしてそこに儚い美しさとかっていうのも足してくるんじゃないかなっていう風に感じます。はい、いいですね。そのような感じも受けるそうです。はい、ということで推しさんから見た外見と中身の部分であなたの印象っていうのをもらっていきました。はい、では次で早速相性っていうところを見ていきましょう。お二人の相性ってどんな感じなのかなっていうところで、そうですね、これは、あなたの方のデッキからもらっていきます。こちらのデッキからねもらっていきましょう。こちらのカードね、全部後で正位置に戻していきますね。画面に全部入らないかもしれないので寄せていきます。はい、では最後の1枚を出していきましょう。こちらからお二人の相性とか、お互いがもしプライベートで関わり合いが持てたらどんな風にお互い感じるのかなっていうところをもらっていくんですが、そうですね、すごくときめき合えるような、すぐ会ったら仲良しになれるとか意気投合するような相性なんじゃないかなっていうふうに思っています。いいですね、とても。バンドのナイトさん入っていますから、勢いがあるんですよ。2人が近づくとパッと火が燃え尽くように燃え上がる情熱とか、仲良くなって意気投合するとか、お話が盛り上がるとか、そのような相性ですね。ただ燃え上がる反面、燃えすぎたりとか意気消沈するみたいな感じで火がしょぼってなるみたいな感じで、あなたたちは火の相性なのでね、すごく燃え上がる時もあれば着火してすぐボッて燃える時もあるし、そうなんです。雨とかが降るとシュッて消えてしまいそうになったりとかっていうような相性なんですね。はい、もう少し細かく見ていきましょう。いやでもこの推しさんって結構その活動的ですよね。もしかしたらそれはもうすでにあなたも知ってるかもしれない。活動しているこの推しさんの姿っていうのがもともと活動的な方なのかもしれないです。純粋だし活動的だし、行動力とか原動力もあるので、自分が言ったことを行動にちゃんと移したりとかっていう大胆なところもありますしね。はい、そして何かスピード感っていうのも感じます。あとやっぱりかっこいいしおしゃれですよね。男女問わず
こうセンスのいい方っていうのが入ってくるんですよ。はい、これは推しさんのイメージなんですが、そうで、あなたの中でも推しさんの中でも推しさん、そうねいや、すごくね、こう一緒にいるとワクワクするようなお相手、推しさんなのかなっていう風に感じますね。そうだな、相性としてはあなたが推しさんについていくっていうような、寄り添っていくっていうような相性になると思います。推しさんの方がぐいぐい引っ張ってくれたりとか、あそこ行こうよとか、ここ遊びに行こうよみたいな感じですごく動く人なんですよ。そうで、あなたの方がうんうんとか言いながらついていく感じ、どこ行きたい、あそこ行きたいみたいな感じで、もうパパって決めちゃうような方ですね。それにあなたがついていくっていう感じです。もう推しさん一筋ですっていうのが入ってくるので、推しさんから見たらあなたってよーく話を聞いてくれる人だし、相談したら答えてくれるし、そして可愛らしさもある、ギャップもあるんですよね。中身と性格のギャップもあるから、この人に任せておけば安心だろうなっていうところもあるんです。実際にプライベートでこう仲良くなっていくと、お買い物したりとかするのも好きなんじゃないかなって誘うのが推しさん側、答えていくのがあなた側っていう感じで、すごくこの人親しみやすい方っていうのが入ってきます。まさにあなたの思っている第一印象の推しさんと同じような方で、アクティブですよね。すごくスポーツとかも好きなのかなと思います。お買い物、ファッション、美容、あとは運動というか、体を動かすことも好きなんじゃないかなと思うので、本当に体を使った表現をされていたりとか、美的感覚もあるっていう感じです。そしてこのあなたは推しさんとプライベートで仲良くなることで、自分自身がもっと変わっていくっていう風に入ってるんですよね。あなたのもともと持っている決断力だったり、あなたも行動力あるんですよ。自分で決めて、私はこれがいいと思ってるとか、はっきりと物事を言えるし、すごくストレートな方っていう風に入ってくる。そしてプラス優しさっていうのが入ってくるので、うまい塩梅なんですよね。バランスがいいです。だからこの推しさんもあなたと一緒に過ごしていると、すごく心地がいいんじゃないかな、過ごしやすいんじゃないかなと思います。もやもやしないと思う、一緒にいて。推しさんの方もあなたの方も。そしてあなたは推しさんの影響を受けたりして、かなり影響力ある方だから、一緒にいろんなことやろうよとか、新しいことやってみようとか、推しさんと一緒に過ごしていく中でいろんな刺激を受けると思うんですね。これはすごくいいことですよ。あなたがもっと美しくなっていったりとか、考え方が広くなったりとかね、この方から刺激を受けて、自分もちょっと体動かしてみようかなとか、アクティブになってみようかなっていう風に思えたりとかっていうような相性ですね。新しいところへ連れてってくれるっていう推しさんの姿が見えています。ただ一番最初にも言った通り、燃え上がりやすい関係性なんです。火の相性だから、着火すると早い、ボーって火がつくんですけど、何かあるとすぐね、シュンってなりやすくもなるんです。これはね、もう少し補足でもらっていこうかなと思います。ノルマンカードでもらっていきましょう。あなたの方に1枚と、そして推しさんの方に1枚。もしかしたら今感じるに、プライベートで仲良くなるとめちゃくちゃ仲良くなるんだけど、スピード感ありすぎてたまについていけないっていう風に焦る瞬間が出てくるかもしれないっていうのはあるんですね。そのあたりの調整っていう感じで出てくるのかなと思いますね。これは一般的にルノルマンカードは紳士のカードとして見るんですが、こちらのカードは28番はあなたとして見るんですよ。で、あなたのところにはあなたのカードが入っている。自分自身を責めてしまうようなところがあるのかもしれません。で、お相手のところにはクマのカードが入っています。お互いが自分を責めてしまったりとか、あとは喧嘩になってしまうと、一方的に推しさんの方がカッと燃え上がってしまうようなところもあるかもしれない。でもすごく推しさんの方が
頭の回転も良くて、あなたも賢いんですよ。お互い賢い者同士だから、ある程度うまく切り抜けていくんだけど、どうしてもやっぱりスピード感の違いだったりとか、歩調を合わせていくことってことに対しては時々何かちょっとずれてる感じがするとか、こっちの方が急いでる感じがするってあなたが感じるのかもしれない。ちょっと待ってみたいな、すぐ自分も決めていけるんだけど、それでもこっちの方がスピードがすごい強い、パワーが強いっていう風に入ってきます。やることいっぱいあるのかなっていうのも感じますし、生活のリズムも違うのかもしれない。たくさんあれもこれもやらなきゃみたいな、その中でプライベートも時間持ちつつ、そしてもしあなたと仲良くなっていくんだったらその時間も確保していくよねみたいな感じで、すごくスケジュールが詰まってるっていう風に感じますね。それに合わせていくのが時々大変だなって思う時もあるでしょうっていう風に入ってきます。でもこんな自分ダメなんだっていう風に思わないでねっていう風に入ってますよ。はい、なので大丈夫で、お相手がもし何か落ち込むようなことがあったりとかしても、であなたがもしそれでがっかりするようなことがあったとしても、決してそこでダメなんだっていう風に思わないでねっていう風に両方に言いたいでも今これを聞いてるのはあなたなので、あなたに言いたいです。2人がもしプライベートで仲良くなっていっても、もうなんか仲良くなっていっていいのかなとか、私話しかけていいのかなとか、どんどんお誘いしていいのかなとか悩む時もあるかもしれないけど、大丈夫、悩まなくていいよって、そのあたりはね悩まなくてもいい。あとスピード感が違うとか生活リズムが違うことについてもうまく合わせていけるから、そういう時もあるよねっていう感じで、自分の中でうまく律していけば大丈夫よっていう風に出てきていますね。はい、このような相性という風に出てきていたので、ではそうですね、会えそうな時期とかチャンスもらっていきましょう。実際にプライベートで会えそうなんですかっていうところでレノルマンカードでもらっていきましょう。あとね、もし会えるとしたら時期をもらっていきます。これはその推しの活動で会える、例えばライブとかコンサートとか、あとテレビで見れるとか雑誌で見るとかではなくて、もう実際に街中で偶然ばったり会うとかっていうことです。今あるかどうかわからないけど、ファンミーティングだったりとかそういうのじゃなくて、試写会とかそういうのでもなくて、推しの活動じゃなくてプライベートとして会えるかどうかっていう時期ももらっていきます。場所、時期、チャンスあるかどうかっていうのをね、時々もらっていきましょう。あくまで参考程度にご覧いただけたらなと思います。ではもらっていきましょう。はい、犬のカード、コウノトリ、山、会える可能性が高いんじゃないかなって思っています。それはそうですね、何気ない瞬間かもしれない。場所としてはそうだな、街中っていう感じもするし、でもコウノトリさんって移動のカードなので、あなたが出かけた時っていうのが入ってくるんです。しかも近くのコンビニとかじゃなくて、もう少し遠出する時なのかなと思います。あの山を越えた時だから、県をまたぐ時だったりとか、例えばあのスポット行こうよとか、あそこキャンプ行かないとか、何か目的があって遠出する時とかに会うような感じもするし、あともう一方で逆にね、近くの公園とかでも会えそうな気がするんですよ。この推しさんと同じ生活圏内にもし住んでるよっていう方、もしかしたら同じところ近くに住んでるかもっていう方は、ふと出歩いた時にいるかもっていうのが入ってくるんです。そして時間帯としては日中の時間っていうのが入ってきます。夜よりも日中ですね。はい。いや、なんか会えそうな時期としては具体的な数字出ています。17、18、21、これ17日後でもいいですし、何月17日とか何月21日でご覧になっていただいてもいいです。17、18、21というナンバーが入っていました。はい、
こうやって見ていくと21日後だとしても1ヶ月以内みたいな感じで入ってきますしね、ワクワクしちゃいますよね。はい、なんかそれはね、突然やってくるとかばったり出会うっていう可能性もあるんです。だから予期していなかったところで出会うとか、まさか自分が遊びに行った遠出したこの先に推しもいるなんてみたいな感じでときめくようなことがあるかもしれません。そして先ほども言った通り、プライベートで会った時お互いの印象とか、あと燃え上がる、すぐ火がつくような関係性なので、お話しすれば意気投合するとか、向こうからも好印象を持っていただけるっていう風に入ってますからね、ちょっとねワクワクしますよね。親近感を持って接していけるような気もしますね。はい、では最後に推しさんから何かメッセージをもらっていきましょう。プライベートで会えそうなチャンスとしては、もう何%っていう割合で言うとするんだったら、70% ぐらいかなというふうに思いますね。本当のプライベートですよ。推しの活動の時に会うとかじゃなくて、プライベートで会えそうな可能性は 70% ぐらい。そしてもしかしたらね、一部気づかないですれ違う可能性もあるかもねっていう感じでは入ってきます。実は同じ場所にいたっていうのが後々 SNS とかで知ることになるかもしれないっていうのはあるんですが、あなたが推しに気づくことができればっていうのがありますね。話しかけてもいいのかどうかってことも含めてメッセージもらっていきましょう。全部ね、今回正位置でもらっていきます。ワンドのクイーン、いや全然話しかけてっていう風に入ってくるね。いやなんかワクワクするね、これ見てると。カップの6番、あまり打算的に考えなくていいよっていう風に入ってくる。力のカードも入ってきてるからいいですね。気づくことができるんじゃないかなっていう風に入ってきていますね。そしてもし推しさんに気づいたら、プライベートだからちょっと控えようかなとか、そこは考えなくてもいいみたい。この推しさんの場合はね、もちろんその場所とか状況とかにもよりますよ。推しさんがどんな風に行動されてるのかとかにもよるんですけど、例えばほら撮影の合間とかなのかもしれないしね、仕事と仕事の合間なのかもしれないし、時間がないのかもしれないけど、でも会った時にちゃんとお話できるんじゃないかなと思うんです。あまり深く考えなくていいよっていう風に入ってるから、もう本当にお話ししたいんですとか、ファンなんです、応援してますとかっていうぐらいですごくいいんじゃないかなと思います。はい、いいですね。うまくやっていけるよっていう風に入ってきますから、会ったらもう言っていいよって、話しかけても大丈夫よ、向こうも嫌がらないだろうっていう風に入ってますから、会った時はもうぜひっていう感じで言ってください。そして先ほどね、会えそうなチャンスだったり、だいたいこんな場所なんじゃないかっていうところが入ってたので、外出する時とか目的地があって出ていく時っていうのはおしゃれした方がいいかもね。でも自然体のあなたも素敵よっていう風に出てくるので、そこまで気合い入れなくてもいいかもっていう風には入ってきています。どちらにしてもあなたの好きなようにしてっていう風には入ってきてます。好きなようにしてって言われたらって投げ出しみたいに思うかもしれないけど、ナチュラルな感じのあなたも美しいし、気合を入れてもうバッチリメイクしてるあなたも素敵だしっていうのも入ってくるので、もしかしたらあなたのそのままの姿がもう本当に魅力的っていう風に推しさんも感じてくれるかもしれません。普段からバッチリメイクして出かけるんですって方はそのままでいいし、もう普段からナチュラルメイクなんですって方はそのままでもいいですっていう風に入っています。あんまり気合い入れすぎなくてもいいっていう風にも入ってくるので、いつものあなたらしさで大丈夫っていう風に入っています。ただあなたはすごく品があるというか、美しくてっていう、あなたもおしゃれでっていう風に入ってくるので、そうだな、どこかに出かけるっていう時はちゃんと身なりとかも整えるんじゃないかなと感じられますね。なのでそれで大丈夫だよっていう風にも入ってきます。はい、推しさんのメッセージとしてはもう好感触であなたのことを見てくれるでしょうっていう風に入ってますね。もうあったら話しかけてきていいよっていう風に入っていました。あとね、もう1枚もらおうかな。
はい、こちらから推しさんのメッセージもらっていきましょう。そうだな、そうなんですね。何かね、モノトーンで入ってくるんですよね。そうだな、こちらから感じるのは、目線を変えた時とか、普段あなたが通わない道だったりとか場所っていうところで出会う可能性が高いよっていうようなメッセージももらっています。だから何か目的を持って普段通らないような場所、行かないようなところに遊びに行った時、遠出した時とかっていう時がすごくチャンスかもねっていうのが入ってくる。でそれ以外で推しさんからメッセージをもらうとするんだったら、今のあなたの見ている世界もう少し広げたりとか、新しい視点とかやり方っていうところをチャレンジしてみてっていう風に入ってくるんです。この推しさんと近づいていくためにはそのやり方もありだねっていう風に入ってくるので、いつもと違う応援の仕方だったりとか、いつもだったらストレートに行きたいんだけど回り道してみようかなとか、少し丁寧に時間をかけてやってみようかなとか、隠れているところをあえてそこを開けて覗いてみようかなとか、いつもだったら自分はまっすぐの道しか行かないんだけど、そういう散歩したり回ってみたりとか、いろいろ見つめてみたりとかしてみるのもいいねっていう風に入ってくるので、そこからもしかしたらまた新たな推しの魅力を見つけることができるのかもしれない。そして推しさんからのメッセージ、隠れたメッセージに気づくことができるねっていう風に入ってるので、もしかしたらね、隠れたところでなんかみんなが知らないような場所で何かを発信している可能性があるねっていうことも出てるかも。もしかしたらそれに気づくかもねっていうことが言われていますね。はいということで、なんかね、これもねワクワクしそうなメッセージをもらっていきました。今回は推しシリーズです。もしプライベートでお相手、推しさんと仲良くなったらお二人の相性ってどうなるのかなっていうね、少し妄想も入ってるんですが、実際に会えそうな時期とかチャンスだったりとかっていうのももらっていきました。はい、お楽しみいただけたでしょうか。ね、推しさんこれからも応援してますよっていうあなたの意思っていうのがちゃんと伝わってくるし、推しさんもそれを分かってるのかどうか、気づいてるのかどうかってことをね、1枚もらっていきましょう。あなたの存在気づいてるんですかってね、もう終わりなのにねごめんなさいね。最後にあなたの存在気づいてるんですかってところで1枚もらっていきますね。いやしかし推しさんの好みのタイプなんじゃないかなっていうのが入っていますね。これは同性異性問わずですよ。あなたがもし同性の、アイドルだったり推しさん推し活してますってことがあったとしても、お友達になれそうだなっていう風に感じてくださったりとかっていうことです。はい、ではあなたに気づいてるのかどうかっていうことで、そうですね、もしかしたらまだ気がついていないかもしれないけど、でも遠くから何か感じ取るようなものがあるよとかっていうのも感じます。なのであなたの中で絶対自分アピールしてますとか、例えばすごく積んで、お相手推しさんに会いに行くとかっていう、もう我先にみたいな感じではなさそうな気がするんですね。でもその中でも自分なりの応援の仕方で自分のペースでやってますみたいな感じで入ってくるので、推しさんはなんとなく遠くから応援してもらってるなっていうのを感じていたりとかっていうことはあると思います。ただそのあなた個人がどういう人なのかとか、そういうところまではまだ気づいていないのかもしれないってところはあります。はい、もし気づいていても、例えば本名と顔が一致していないとか、アカウントだけ知ってるとかね、そういうちょっと遠いような感じもするんですけど、そうですね、これからっていう感じもします。ファンとして応援してもらってるなっていうエネルギーもらってるなっていうのは感じてるみたいです。はい、こちらももらっていきましたのでお楽しみください。推しシリーズ、今回はプライベートで仲良くなったらどうなるのかっていうのを見ていきました。また次回の推しシリーズもぜひお楽しみいただけたらなと思います。これからもいろんなリーディング動画を投稿していきますので、よろしかったらコメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。もしプライベートで推しと仲良くなったらどうなるのか、お二人の第一印象や相性、そして実際に会えそうなのかどうかっていう可能性っていうのを見ていって、最後に推しさんからのメッセージをもらっていこうと思います。ではよろしくお願いします。で、今回はまだプライベートの中になってない推しなんですっていう、基本的なこの2人の、関係性っていうのはまず基盤にして、実はプライベートで会ったことあるんですとか仲良しなんですとかっていう方は少しごめんなさい、言葉を置き換えてご覧になってください。まずプライベートで会ったことないし、もうプライベートなんてとんでもないっていうことで見ていきます。ではまずこの推しさんとプライベートでもし会った場合、第一印象ってどうなのかってことで見ていきます。タロットカードは今回正位置でもらっていきます。こちらのデッキからまず推しさんへの第一印象をもらっていきます。あなたが感じる第一印象ですね。はい、もらっていきましょう。ジャスティスのカードが入っていますね。パキッとした方だなっていうイメージを第一印象で持たれるかもしれない、推しさんに対して。そしてこの推しさんっていうのが、プライベートの顔といつも普段活動で見せている顔と違うかもしれないんですが、このねプライベートで会った時ははっきりした人だなとか思うとか、あとね目線を合わせない人だなって思うかもしれない。そうですね、帽子を深くかぶっていて目線が隠れているとか、あとは前髪がかかっているとかっていう可能性もあるのかなと思いました。出会った時の第一印象ですよ。見た目外見ってことです。パッとした感じ、目線合わせてくれない、目線があなたより高いのかもしれないし、身長が高いとかでね、じゃなかったら帽子を深くかぶっているのかもしれないっていうのはあります。ただ礼儀正しい人っていうのも入ってきますね。では次、推しさんから見たあなたの第一印象なんですが、まずパッと見た感じの第一印象と、あとお話ししてみたらどう感じるのかってことで2枚もらっていきます。まずはね、第一印象の見た感じはカップの9入っていますね。そしてこれが性格、どんな人なんだろうって感じるってこと、スターが入ってます。すごいですね。キラキラしてるっていう風に中身を感じるんですって。で、外見も推しさんのタイプなんだっていうのが入ってくるんです。同性の方でも異性の方でもね、あなたのことを見ると自分の好みのタイプだったりとか、自分があなたのことを見てねいいなっていう風に思うんですって。同性でもあなたの例えば体型がスタイルが好みだ、羨ましいなって思うところがあったりとか、顔のパーツだったり、髪型だったりね、おしゃれの、服装かもしれないんですが、外見的に見るとすごくね満足だってことを言ってるので、すごく素晴らしい、満ち足りてるなっていう風に感じるってことを言ってるので、もちろん推しの理想の方、理想のスタイル、見た目ってこともそうだし、あとあなたが幸せそうに見えるとかね、この推しと会った時にすごい満面なく笑顔でね接してくれるとかっていうのも感じるのかもしれません。そして実際に話をしてみてパッと感じるのは明るい人だなとか、あとこうキラキラしてるなっていうのを感じるっていう風に入ってくるんです。で、総合的に見るとディズニーランドみたいなそこにまるでいるようなイメージを受けますね。あなたが賑やかな人なのかもしれないし、ロマンチックな方なのかもしれないし、なんかね遊園地に来てるようなワクワク感が止まらないよっていう風に入ってくるんです、推しさんから見ると。で、この推しさんってことなので活動者だと思うんですね。何かしらの表現をされていたり活動していたりとかっていう方だと思うんですけど、その方から見てもあなたすごく素敵よってことを言ってるので、もしかしたらあなたもそのような活動をされていたりとか、何か発信をされている方なのかもしれない。
あなたの内から来る輝きが素敵だっていう風に入ってくるし、見た目も素敵だなっていう風に感じるっていうことは、何かここから感じるに、あなたも人から注目されるような、人なんじゃないかなっていう風に感じました。はい、そしてではオラクルでもうちょっともらっていきましょう。推しさんからのね、もう一つあなたにどんなイメージを持つのかってことで、ただかなり大きいことを感じてくれるんじゃないかなって。例えば衝撃だったりとか、会った瞬間にわーって素敵っていう風に思うんじゃないかなってぐらいの並びなんですよ。はい。でね、このね猫ちゃんは真っ黒な目力の強い猫ちゃんですね。目力があるとか言われたことありますかね。あなたのカードです。お相手からの印象なので、なんかね、やっぱり活動されてる方なのかなっていう風にもう入ってくるんですよ。あとは何かを生み出すような、趣味だったりお仕事だったりするかもしれないんですけど、あなたが何かを作ってるようなイメージ、あなたの手から生み出されてるエネルギーとかっていうのを感じるんです。いや、全くそういうことないんですって方だとしても、あなたを取り巻くエネルギーとかオーラっていうのをすごく感じるので、目立つ方なんじゃないかなと思うんです。あなたが学生時代もモテていたりとか、あなたのファンクラブがあるぐらい後輩から慕われていたりとかっていう風に、そう話題の転校生みたいな感じでね、注目を集めていたような学生時代を送っていた方もいるんじゃないかなって思いますし、やっぱりこうきらびやかなんですよね。アクセサリーをつけていたりとかもするんじゃないかなと思うんです。それがそんなに派手じゃないんですよ。派手じゃないんだけど、個性が出ていたりとか品があったりとかもするっていうイメージを受けます。はい、そして一瞬あなたの姿を見ると、この推しさんがね、逆にあなたのエネルギーとかにやられてしまうんですって。わーって思うんですって。すごいキラッとしているからわーって思うんですけどね、こんな活動している人があなたのことを見てね、素敵わーって思うんですってね。そしてあなたに会うとインスピレーションをもらえたりとか、ビビビってくるんですって。そう、分かりやすく言うとね、ビビビってくるって、自分の好みのタイプだし、それは姿形声とかねかもしれないし、見た目がもうとにかく好みだし、いいなって思うし、中身もすごくキラキラしてるし、すごく衝撃受けて、でこれから何か始まるんじゃないかっていう風にワクワクするっていう風に入ってくるんですよ。そうなんかね、ディズニーランド行ってワクワクするみたいなね、カチューシャつけてワクワクする、なんかテンション上がってきたみたいなね、そんな感じになるよっていう風に出てきていました。じゃあ2人がプライベートで仲良くなっていったらどんな相性なのかなっていうのを見ていきましょう。はい、では相性、それは恋愛に発展するのかもしれないし、同性のねお友達としてお友達になりたいなっていう感じだとしたら、いい親友になれるのかどうかっていうところですよね。かもしれないし、この異性の推しだったとしても恋愛じゃなくてお友達としてっていう感じになっていくのかもしれないし、どんな相性なのかなってことで見ていきます。こちらは後で正位置に全部戻していきますね。やっぱりなんか推しさんの方がなんかね、いいって言ってますね。プライベートで会った時にときめいちゃうよって言ってるから、なんかすごくお気に入りになるみたいですね。はい、あとは推しさんが器用なのかなとも思います。やっぱりなんかね、もう力のカードが入ってますね。なんかすごくロマンチックな感じに入ってくる。こう自然と2人が寄り添っていけるような相性だよっていうのが入ってるから、そしてこの推しさんっていうのも自分の活動をしながら、例えば、時間を作るのが上手だったりとか、あとバランス取るのが上手だから、そうだな、今例えばなんですけど、現実的な話、この推しさんがいろんな活動をしてるかも。例えば
歌手と俳優どっちもやってるとか、音楽活動だけじゃなくて舞台にも出てるんだよねとか、なんかねどっちもやってますっていうのが入ってくるんです。であとはそれ以外にもあなたとの関係性で見ているので、そのお仕事も頑張りつつあなたとの時間も取っていくよみたいな、お師さんの方がねあなたに夢中になるような相性になるみたいです。なんかねキラキラしてるんです、お師さんの方がね。すごいよね。そう、すごくお気に入りだよみたいに入ってくるんですね。そして会った時にあなたのことを忘れられない何かをあなたが持ってるんじゃないかなっていうのを感じます。そしてあなたは逆にお師さんに関わっていくことで自分の気持ちが軽くなるとか、ストレスが軽減されるとか、お師さんを見ていて癒されるとか、一緒にいてくつろげるとか、そういうところを感じるみたいです。やっぱり自分の推しだからね、やっぱり一緒にプライベートで会える、仲良くなれるっていうと心弾みますよね。ワクワクしちゃうってところがあるんですけど、割とあなた冷静なんですよ。冷静。そして本当に自分が推しさんに気に入られてるって本当なのかなとか、そういうところを感じちゃうんだけど、眩しいの。あなたにとって推しさんってキラキラしていて、プライベートの中になってもやっぱりキラキラしているから、自分が例えば推しさんの方が割と攻めてくれるというかね、誘ってくれるんですよ。お誘いしてくれるから、私に声かけてくれるけど、それってみんなにも声かけてるのかなとか、いろいろ疑心暗鬼になっちゃうところもあるんですよね。眩しすぎるからね、まさかみたいになっちゃうんだけど、いやでもね、かなりあなたのことお気に入りになるみたいですね。一緒にいて楽しいっていうのがすごく推しさんの方から伝わってきます。ちょっぴり下心もあるんじゃないかなっていうのが正直ある。異性の推しさんだとしたら、あなたとプライベートの中になってもっと発展させていきたいなっていう気持ちもあるだろうし、同性の推しさんだとしてももっとあなたと仲良くなって知っていきたいなって、いろんな意味でねあるんじゃないかなってところはある。そしてあなたはこの推しさんと一緒にいることで心がすごく軽くなるんですよね。ただこの推しさんがどんな下心を持っていたにしろ、最終的に2人は自然に、これ多分ね私が感じるに同性の推しさんもいるかもしれないけど、異性の推しさんの方が多いんじゃないかなって思うんですよね。で異性の推しさんとプライベートで仲良くなったら自然と2人が惹かれ合うとか、あとは推しさんの勢いに押されてっていう感じで押しがちですね。そうですね。はい、あなたが土俵に押されていく土俵の中で推しさんにアタックを受けて、最終的にぐっと2人の距離が近づくようなことがあるんじゃないかなっていうふうに感じます。そしてこれがもし同性の推しさんだとしたら、恋愛関係にならなかったとしてもね、あなたの恋愛対象ではない同性、それはちょっとわからないんですが、恋愛対象ではない推しさんだとしても、そういろいろとあなたに親切にしてくれたり、仲良くしようって言ってくれたりとか、まさかね自分にいろんなものくれるなんてみたいな感じで感じると思いますし、親友のような関係性になれる。あとはこの推しさんから発信されることであなたが刺激を受けて、自分も同じもの買ってみようかなとか、この推しさんが持っている小物だったりアクセサリーだったりファッションだったりっていうのを自分も影響を受けて同じようなものをつけてみようかなっていう風に感じるようなこともあるんじゃないかなと思います。一緒に食事したり飲み会とかしていてすごく盛り上がる感じ、あなたも自分の気持ちが軽くなっていくような相性だよっていうのが入ってきていました。では実際にこの推しさんとプライベートで会えるんですかどうかっていう可能性をもらっていきましょう。時期とかチャンスとかあるのかなって。これは推しさんの活動ではなくて、本当にプライベートで会えるのかなって、何かご縁があるのかなっていう可能性、今のところね、今の段階で可能性があるのかなっていうのをもらっていきます。はい、そして推しさんが今現在あなたの存在に気がついているのか、もうあなたっていう個の存在を認識しているのかどうかっていうのをもらっていきます。
いや、すごく世界的にも有名な推しさんだといっぱいファンがいるから、個の存在になかなか気がつきづらいっていうのは、あるんですけど、それでも何かの表紙であなたの子っていう存在を知ってるのかどうかで見ると気づいてそうですね。目立つんじゃないかなと思うんです。あなたがさっきも言ったみたいに、あなた自身が活動されているんじゃないかなっていう気もするんですけど、もしそうじゃなかったとしてもすごく存在感がある。例えば推し活をしていて、あなたのクリエイティビティだったりとか、例えばね、趣味であなたが推しさんの素材を集めて何かを作り上げていたりとか、そういうところすごく個性が目立ってるよっていう感じで SNS で見かけていたりとかっていうのもあるんじゃないかと思うんです。目立つよってことが入ってくるので、推し活でハッシュタグつけて〇〇っていう風にあなたが投稿していたとしたら、そのハッシュタグから辿ってあなたのページを見ている可能性もあると思います。こういう応援の仕方してくれるんだなっていう感じで、認識されてるんじゃないかなっていう可能性がありますね。それは世界的に有名な推しさんだったとしても、そのたくさんいるファンの中でもあなたは目立つ存在なんじゃないかと出ています。では実際に会えそうですかっていうね、ところを見ていきましょう。可能性としては5、60% ぐらいっていうのが入ってきますね。そうで、月のカードが入ってるから、そうだな、時間帯としては夜の時間帯が濃厚かなと思います。そして雲のカードも出てるので、曇りの日かもしれない。だいぶ天候が関わってくるので、室内というよりは野外かもしれないですね。もし出会うとするんだったら、月明かりの綺麗な夜、そしてまたは日中かもしれないんですが、曇っている日、お空模様、天候が気になる日っていうのが入ってきます。そしてこの推しさんと近くに住んでる、同じ国に住んでるとか、同じ国の中でも割と近いところに住んでるっていう方は、もうひょんな瞬間っていうかね、ひょんなところで会えそうな感じがします。今夜だからね、夜のバーだったりとかね、なんか大人な感じって感じもしますけど、遊園地の夜のパレードっていうきらびやかな感じもするんですけど、割としっぽりしたようなイメージも受けるので、場所としては外っていう感じがするんですよ。例えばお食事してパッと出て少し散歩していたらそこにいるみたいなね、いう感じもするし、あとこの推しさんがもし動物を飼ってらっしゃるとしたら、猫だったり犬とかね、もし飼ってるとしたら、その動物つながりで会えそうな感じもするよって言ってます。夜犬の散歩している時だったりとかっていうのも入ってくるんですよね。あとは推しがお友達といる時とか、あなたがお友達といる時とか、1対1でプライベートでばったり遭遇するというよりは、誰か複数人でいる時っていうのもあります。そうですね。そしてやっぱりそうだ、お店から出た時とかね、どこかの扉を開いて外に出た時っていうのが一番入ってきますね。そんなタイミング、会えそうな可能性は半々かなっていう感じがします。推しさんの例えばすごく離れてますとかね、もう本当に土地的な問題ね、自分は日本に住んでるんだけど、このお相手アメリカ住んでますとかだとしたら、多分可能性的にはそこまでね高くはないんだけど、近くに住んでれば住んでるほど可能性が上がってきて、だから 50% か 60% ぐらいかなっていう感じがします。本当に海外まで行っちゃうともっと可能性が下がっちゃうような感じもしますし、すっごくあるよっていうよりは、住んでる場所によって変わるかもっていうのが入ってきていますね。で、数字としては6、18、32っていう数字が入ってきます。で、6日、18日かもしれないし、32日後とかね、6日後に会えるのかもしれないっていう、その数字としてはこのあたりの数字ですね。では最後に推しさんからメッセージ、あなたに対してもらっていきましょう。今、
プライベートで会えていない関係性なんですが、その中でも推しさんからあなたへ何かメッセージをもらっていきましょう。最初はね、あなたの第一印象は推しさんってはっきりした人とかストレートな人とか、あと人見知りする人っていうようなイメージも受けたんですけど、こうやって深掘りしていくと心の中すごく少年のような方、純粋天真爛漫な方っていうのが入ってきます。ではこの推しさんからのねメッセージをもらっていきましょう。そしてあとはこちらのタロットからももらっていきましょう。今推し活をしているあなたへ向けて、この推しさんからのメッセージです。もしかしたらね、あなたの推し活している姿を見ている可能性はあるんですよ。おっと、はい。いい関係性なんじゃないかなっていうのが出てきますね。すごくいい感じっていうのが出てきています。今のね、あなたの推し活を見ていて、すごく自分のことを応援してくれてるなって、もし子として認識してるんだったら、すごいエネルギーを、元気とかね、励ましてもらってるとか、例えば実際会ったことないけど、この推しさんと SNS を通じてあなたがメッセージを送っていたり、コメントしていたり、いいねしていたりすると気がついている可能性がある。でもし実際にコメントしているような関係性だとしたら、向こうからはね来ないかもしれないけど、あなたがこの推しの活動についてコメントしていたり SNS で発信していることに対してエネルギーをすごくもらってるよっていう風に出てくるんですね。やっぱり気がついてそうな感じもしますよ。とってもいいねっていう風に言われてるから、あなたの応援の仕方だったり励ましてもらってるっていうのがすごく入ってくるんですよ。そしてこの推しさん、もしかしたら本当の心の中っていうのは落ち込みやすかったりとか、自己反省していたりとか、かなり自分に厳しい方っていうのが入ってくるんです。あとはメンタルが崩れやすいとかね、表には出さないんだけど実は涙もろかったりとか、こういうところダメだったんじゃないかなとか、自分の活動についてどうなんだろうって、やめた方がいいのかなとか、やめちゃおうかなっていう風に心がくじける時もあるんだけど、でもあなたがこうやって応援してくれることで頑張れるんですって、自分もっともっと成長していけるって、またやっていこうっていう風に思えたりとかっていう、すごくね明るいカードが入ってきてるので、いかにあなたたちファンのことを大切にしてるか、そしてあなたっていう子の存在をもし認識してるとしたら、あなたからすごくエネルギーをもらってる、元気もらってるよっていうのが伝わってきます。もしかしたらこの推しさんの心の中っていうのもあなたは気づくことができるのかもしれません。投稿一つ一つ、文章、文字でしかわからないんだけど、そこから伝わるものがあなたにはあるのかもしれない。なんかね、すごくあなたをね認識してるよっていう風に感じるので、実際に SNS とかでやり取りしていたりとか、あなたのコメントを見ているっていう可能性が高いかなと思いました。そして実際に会ったらときめくような関係性になるんじゃないかなっていうのも出ていました。今回は推しシリーズ、もしプライベートで推しと仲良くなったら2人はどんな関係性になるのかとか、どんな相性なのかっていうところをもらっていきました。具体的に会えそうな時期やチャンスっていうのも出していきましたので、参考にしてください。お楽しみいただけたらなと思います。これからもいろんな動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そして、推しシリーズに対してこういうことをやってほしいですっていうリクエストがありましたら、ぜひねそちらもコメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は推しシリーズです。もしプライベートで推しと仲良くなったらどうなっていくのか、お二人の相性、プライベートの相性とか、あとは実際に出会えそうかどうかっていう可能性っていうのを出していきます。今回はタロットカードすべて正位置でもらっていきます。まずは
プライベートで会ったことありませんっていう関係性を前提に見ていきます。もしプライベートで会ったことあるよとか、実はプライベートでも仲良しなんですっていう方は、言葉を置き換えてご覧になってください。まずは第一印象をもらっていきます。あなたから見た推しのプライベートで会った時の第一印象もらっていきます。あれ、さっきも言ったかもしれないけど、タロットカードは正位置で見ていきます。はい。ハイセンスな人だなっていうのも入ってくるし、少しギャップを感じるかもしれませんね。例えば外見がすごく華やかなんだけど、すごくおとなしかったりとか、へーっていう風に思うかもしれない。あとは強気に見えるんだけど、すごく優しかったりとか、あとは逆に落ち込んでるとか、会った瞬間向こうが、悲しそうにしていたりとか、あれどうしたのかなっていう風に思うかもしれないし、全く逆で見た目すごくシンプルで、推しってプライベートって意外と思ってるより、なんかシンプルな服装してるなとか、あまり目立たないような感じなんだなっていう風にね思うかもしれないし、と思ったら話をしてみたらすごく明るかったとか、対応がすごいとかね、人懐っこかったりとか、あとシンプルなんだけど高価なものを1点だけつけてる、すごく高そうな腕時計をつけていたりとか、そういう外見の目立つところをあなたはまずパッと目に入ってくるかもしれない。そして外見と内面のギャップってところにびっくりするかもしれませんね。あとはやっぱり思った通りの人だったなっていう風に感じるかもしれません。そうですね。私が今感じるに、外見華やか、中身がしっとりみたいな感じで感じるんですよね。では次、推しさんから見たあなたの第一印象、外見、そして少しお話しした時のあなたの内面、感じるものありますかってことでもらっていきます。何かね、ここからいろいろと感じることがあるんです。でもこの後ね、実際に会えそうかどうかってことをもらっていくので、その時に今感じてることを含めながらもらっていこうかなと思います。まずは推しから感じるあなたの外見、第一印象の外見です。はい、ワンダのページさん、そしてちょっと話した時に感じるあなたの内面ってところでデスのカードが入っています。そしてオラクルカードも1枚もらっていきます。すごく若々しい方っていうのが外見で入ってくるんですよ。例えばあなたがこの推しさんよりも年下なのかもしれないし、実際にでも年齢関係なく、もしねあなたよりも年下の推しさんだとしても、あなたのことを若々しい方とか、あとは健康的な方とか、アクティブな方っていうのが入ってくるんですよ。元気いっぱいっていう感じですね。あと感じるのは、美容に気を使ってる方っていう風に感じるんじゃないかなって、推しさんの方があなたのことを。はい、そして実際会った時にじゃなくて、実際にお話しした時にどういうことをまず一番最初に感じるのかなっていうと、この推しさんもあなたに対して同じようにギャップを感じるっていう風に入ってくるんです。そうだな、外見は元気いっぱいだけど話してみたらすごく落ち着いているとかね、ギャップを感じるんですって。で、外見がもう明るいとか元気いっぱいとか天真爛漫とか、そうだな、行動的だったりとか、あとはそうですね、活力をすごく感じるんですよ。ここから情熱、自由とかね、そういうのも感じるので、すごくアクティブで、天真爛漫っていう感じで入ってくるんですが、艶がいいとかね。でも話をしてみたら違うんだよって、違うところに魅力を感じるんだよってことが入ってくるので、外見とはまた違う、
感じで感じるかも。そして一番最初お話しする時って緊張するのかな、あなたが緊張してカチカチになって見えるっていう風に推しさんから感じるよっていう風に出てくるので、最初はあれなんかこう気使ってくれてるのかなとか緊張してるのかなって思うかもしれないんだけど、よくよくそれから話をしていくとまた違うあなたの一面を知ることができるから面白いなっていう風に感じるみたいです。はい、ということでここからね2人の相性っていうのをもらっていきます。もしプライベートで2人が仲良くなっていったら2人はどんな相性なのかっていうのをもらっていきます。例えば恋愛関係に発展するのかもしれないし、あとはもうお友達みたいな感じで、同性の推しさんとかだったらね大親友になれるのかどうかっていうところ気になりますよね。本当に一緒にお買い物したりとかね、お食事行ったりとかするような仲になるのかってことで気になるんですが、もらっていきましょう。同性異性関わらずね、いやー異性の感じかな。すごく相性いいですね。いやこれ会えるんじゃないかなってこれから先見ていくんですけど、なんかプライベートでも会えそうな感じがする。そうですね、相性すごくいいんですよ。はい、多分ね推しさんの、勢いというかパワーが強いから、そして相性もいいな。2人プライベートの中になったら仲良くなっていけるし、いやなんかこうパートナーみたいな感じで入ってくるんですよ。いろんなもっと広い意味でね、なんだろうな、例えば大親友になるのかもしれないし、でも主導権を握るのは推しさんっていう感じだから推しさんがいろいろと連れて行ってくれたりとか遊びに連れて行ってくれたりとかするリードしてくれる側で、そうお誘いをもらうのがあなたっていう感じもするし、そうですね。であなたの方からも仲良くなりたいなとかわーっていう親しみやすさっていうのも感じるので、2人の相性っていうのはすごくいいですね。中にはたまにあなたが逆にね自分の方がエスコートしたりっていうこともあるでしょうし、推しさんはあなたと一緒にいると落ち着くなとか楽しいなっていう風なのも感じてくれるし、一緒にいて気を使わなくていい、変な気を使わなくていいなっていう風に感じるっていうのが入ってくるんですね。タイミング的にもいいので、なんかねリアルで会えそうな感じがするんですよ。しかも街中でっていう感じが入ってきます。野外じゃなくて室内かなっていう感じがします。会えそうな気がしますね。そして2人の関係性としてやっぱり推しさんがリードしていくっていうような相性なので、あなたは心底この推しさんを信頼してるっていうのが入ってきますね。はい、もう寄り添っていきたいとかついていきたいっていう風に思うでしょうし、プライベートで仲良くなってもね、あっちだこっちだとか言いながらね2人でこう一緒に過ごすっていう感じで、入ってくるかなと思います。推しさん的にもすごくいいんじゃないかな。新しい関係性を築いていきたいと思ってるから、ファンと推しっていう関係じゃなくてプライベートとして関係性を築いていきたい、信頼しているっていうのが入ってきています。実際に会えそうな時期っていうのをもらっていきましょう。なんかね私ねでもねこの3番さんはね会える可能性高いんじゃないかなって思うんですよ。たくさん出たので1回しまいますね。なんかもう最初から感じていて会えるんじゃないって、あなたが狙っていなくても会えるんじゃない、いや狙ってる方もいるかもしれないけどね、いやいついつこの時に推しがここに来そうだみたいな、そこまでリサーチ済みですって方もいるかもしれないけど、それを踏まえた上でも会えるんじゃないかなっていう感じがするんですよ。なんかねチャンスやってくるよって感じますね。
いや会えるんじゃないかなっていう感じがしますね。うん、やっぱりみんなと一緒にいる時だったりとか、さっきも言いましたっけ？言ったかな？言ってないかな？言ってなかったらごめんなさいね。えっとそうね、やっぱり会えそうだよっていうのがバシーンと入ってくる、チャンスがやってくるよっていうのがあるんですね。入ってくるんです。そうだな、あなたが予期していてもしていなくてもタイミングがやってくるよっていう風に入ってきて、おしゃべりもできるだろうし、でも最初はね、ファンの一人としてファンなんですっていう感じで話しかけていって、話をしていくと意気投合したりとか、和気あいあいとおしゃべりできたりとか、楽しくお話できるだろうっていうのが入ってくるんです。でそこで一つだけポイントとして言うとしたら、ファンなんです、お話できました、わ嬉しい嬉しいっていう風に盛り上がる気持ちもすっごくわかるんだけど、ここをぐっとこらえて、もうなんだろう、ファンな自分っていうのを押し通すんじゃなくて、少しだけ控えめにするといいかもねっていう感じでは入ってきています。すごく推しの強いファンっていますよね。推しにプライベートで会った瞬間めちゃくちゃ質問攻めするとか、あとは周りのことを考えずに囲っちゃうとかね、いろいろいきなり写真撮っちゃうとか、嬉しさのあまりねテンション上がっちゃってとかっていう感じになっちゃうんだけど、でもその気持ちをクッとこらえて、冷静に接していけば、向こうも緊張をほどいてくれるというか、あなたがかなり緊張するんですよ、推しにもしプライベートで会った時に。だから推しが最初少し警戒するの、あれってちょっと緊張してるのかなとか、あれっていう感じでちょっとガードかけちゃうところがあるから、あなたがクッとここをこらえて冷静さを保って推しとお話ししていくと、すごく仲良く楽しくお話しできるよっていう感じで入ってきます。そして具体的な時期としてはなんかね、日中っていう感じです。もう本当に夜とかじゃなくて日中の、しかも昼間とかでカフェに行った時とか、あと買い物してる時とかだから、街中なんですよ。自然のある場所とかじゃなくて、海とか山でもなくて街中なんですよね。ショッピングモールだったりとか、レストラン街だったりとか、高層ビルの中のそうですね、食事していたり買い物していたりとかっていう場合もあるし、本当に高級の街でお買い物している時だったりとかっていうイメージも入ってくるし、かと思いきやでもね、ちょっとね近場っていう感じもするんだけど、もしかしたら例えばなんですけど、ほっと一息つけるような感じの時っていうのが入ってくるから、例えば旅行先だったとしても、ちょっとお茶しようかとか、なんかくつろごうかとか、お昼そば屋入ろうかとか、そういう時にああいう感じっていう風に入ってきますね。はい。でもしかしたら1対1で会わなくて、もしかしたら1対2だったりとか、お相手推しもね2人連れだったり、あなたもお友達と一緒だったりとかってする可能性もあるんだけど、1対1の可能性もすごくある。なんか一人で買い物していて、ふって見たらすぐそこにいたみたいな感じで入ってくるんですね。はい。その数字としては10、12、31です。何月10日、何月31日でもいいし、10日後、12日後、31日後っていうのもいいと思います。いや、これね、チャンスつかめるんじゃないかなっていう風に入ってきていますね。では最後に、推しさんから今の関係性においてメッセージをもらいましょう。すごくこれ今ジャンピングじゃなのでしまいますね。すごく、広い意味で世界的に有名な推しさんかもしれないし、もっと身近な存在かもしれないんですが、でもこの推しさんってかなりあなたのウェイトを占めてると思うんですよね。憧れの存在でもあるし、いいな、かっこいいなと思うところもあるだろうし、高級感もあるんですよね。なんかシンクロっていう風に言われてるので、なんかね、通じるものを感じるんじゃないかなって。これは推しさんからのメッセージなので、
何かねこれから始まっていくような、メッセージが入ってきていますよ。これはでもね推しさんもまだ感じてないというか、そうね、まずあなたのことを認識しているのかどうかっていうのももらっていきましょう。そうね、あなたのことを今の段階で認識しているのか、まず1枚もらっていきましょう。そしてメッセージをもらっていきましょう。まずは認識しているのかどうか。フールのカード、まだ見えていないかもしれないっていうところはあるかも。そうですね、少し霧がかっている感じがするから、例えば認識していてもあなたの素顔とアカウントが合致していなかったりとか、アカウントだけ知ってますとか、あと名前だけは知ってるけどどんな人なのかよくわからない、まだそこまで知らない、深く知らなかったりとか、コメントはくれるんだけどたくさんいるファンの中からそのあなたっていう子の存在、どっちかなっていう感じです。なんかこうはっきりと分かってる可能性もあるんだけど、なんかこれからっていう感じもするし、これから深く知っていくよとか、いやちょっとねこれ1枚だけだと認識してるかどうかってはっきりわからないから、ルノルマンからもらおうかな。例えばね、神出鬼没みたいな感じのイメージを受けるんですよ。ポッと出てきて目立つとか、もっと教えてください。どっちかなってことで、そうね、もし気がついていたら、個の存在として気がついて認識していたら、かなりこう自分のことをすっごく推してくれてるんだろうなっていうのをすごく感じるっていう風に出てきています。でまだ認識していなかったにしても、あなたはこの推しさんのことをずっと応援していたりとか、いやでも今最近なんですって方もいるかもね。それですごく燃え上がるように今すっごく推してますっていう方もいるかもしれない。どっちかかなと思います。ポッと出てきてボーって燃えている感じで認識されるのか、長いことずっと推してますっていう感じで、だけどまだ本当に子として認識されていないのか、どちらかなのかなと思います。長いっていうのは本当にもう何年もっていう感じもするし、ではメッセージもらっていきます。はい、もらっていきましょう。カップのクイーン、ラバーズはい、そしてタワー、衝撃的。何かねこれからこれね本当に予感するような感じで入ってくるの。今の関係性でメッセージをくださいっていう風に言ってるんですけど、もうなんかねこれから始まっていく予感がするよっていう風に出てるんですね。でもしかしたら本当にプライベートで会えそうな、本当にそれはお互いが意図していなかったとしてもシンクロで偶然ばったり出会うとか、何かのきっかけで、例えば誰かの紹介とかじゃなくて本当に自分でも計画していなかった、予定してなかったところでつながりが持てるとかっていう感じでも入ってくるし、であとはね会える会えないとかは関係なしに、今の関係性でもしメッセージくださいって言うとするんだったら、もうあなたからの応援してもらっているものがエネルギーとなって、なんかこう優しさがねにじみ出てくるっていうのが伝わってくるんです。こう熱い熱意が伝わってくるっていうよりは、にじみ出てくる優しさとか、そういうエネルギーを受け取っていますよっていうのが入ってくるんですね。優しさ、そして活力にもなってるし、この推しさんの活動力にもなってるし、
でもかなり大きなことで捉えてくれてるんじゃないかなと思うんですね。例えばこの推しさんの活動に対してあなたがコメントとかしている感じだとしたら、配信とかでコメント残していたりとかっていう間柄だとしたら、そのコメントを必ず拾っていそうな感じもするし、で最近推しになったばっかりですっごい勢いで今ハマってるんですって方だとしても、なんかね気づいてる感じがするんです。おやみたいな感じで、相当、例えば最近ハマってっていう方は相当ね熱を込めた推し方をされてるんじゃないかなと思うんです。でもう気づいてるよっていう感じもするし、で長いこと応援していますって方でもじんわりと滲んでくるようなエネルギーを、優しさを受け取ってますよっていうのも伝わってきます。でそしてこれからも応援してねとか、優しく見ていてねとかね、何かやらかしたとしてもそれをカバーして包んでほしいなっていう風に入ってくるんです。包み込んでほしいなってね、あなたのファンパワーをそれで包み込んでほしいっていう感じです。ここダメじゃんとかっていうダメ出しとかじゃなくて、そういうこともあるよねっていう感じで受け止めてくれるとすごく嬉しいなっていうのがメッセージとして入っています。ただ私が思うに、プライベートでお近づきになれるというか、会えそうな感じがするなっていうのを感じました。可能性をすごく感じます。はい、では今回は推しシリーズです。もし推しとプライベートで仲良くなったら2人の相性はどうなのか、そして具体的に会えそうな時期や可能性っていうのをもらっていきました。お楽しみいただけましたでしょうか。これからも推しシリーズ行っていきます。こんな感じでリーディングしてほしいなっていう推しのねリクエストがあれば、ぜひコメント欄にお書きください。そしてまた推しだけではなくて、いろんなことをテーマにしてリーディングを行っていますので、もしよろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。